ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 日本グランプリ決勝、 V カーブ角田裕樹は10番手で5強の一角を崩す。本当に上達したと評価するマルコ。リカルドはリタイアの話題です。レッドブルのマックス・フェルスタッペンは日本グランプリでポールポジションからスタートを決め、1周目の赤旗のトラブルはありましたが、そのままトップをキープして圧倒的な勝利を収めました。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手は10番手、ダニエル・リカルドはリタイアになりました。フェルスタッペンは2024年の4レースで3勝目を挙げ、ドライバーズ選手権でのリードをさらに広げました。予選ではポールポジションからコンマ 0.5 秒差という好タイムを記録したセルジオ・ペレスはフェルスタッペンをバックアップし、レッドブルにワンツーフィニッシュをもたらしました。日本での地元開催となった角田選手は見事なオーバーテイクを連発して10位に入り、2012年の小林可夢偉選手以来となるホームでのポイントとなる貴重な1ポイントを獲得しました。5強の一角を占めるアストンマーティンのランス・ストロールは角田選手に追いつきたかったと話しています。一方、チームメイトのリカルドは1周目でリタイアし、年間で24レースもすればこういうレースもあるとしています。角田選手は初めて日本のホームでポイントを獲得し、安堵の表情を浮かべました。トップ10フィニッシュを2戦連続で達成し、好調を維持しています。10番手からスタートした角田選手はスタートで出遅れて順位を下げてしまいます。リスタートは12番手で、チームは角田選手のタイヤを中古のソフトタイヤに交換しました。その効果もあって角田選手はポイント圏内まで挽回しました。早めのピットインでハードの C3 タイヤに交換した角田選手はバルテリ・ボッタス、ケビン・マグヌッセン、ランス・ストロール、ローガン・サージェントと同じ周回で最後のピットストップを行いました。クルーたちの素晴らしい働きによってキック・ザウバー、ウィリアムズ、ハースの前を行く11番手までジャンプアップしました。角田選手はレース後に次のように話しています。チームは素晴らしい仕事をしてくれたし、メカニックたちもとても速かった。彼らがいなかったらおそらく今日のポイント獲得はもっと難しかっただろうから、チームには感謝している。5強の一角を占めるアストンマーティンのストロールは勇気に追いついて10位に入りたかったが、終盤はソフトタイヤのグリップが足りなかったと悔しそうなコメントを出しています。角田選手がジュニアフォーミュラ時代から慣れ親しんでいるサーキットで初ポイントを獲得したことで、 RB はハースに3ポイント差をつけてランキング6位につけています。ハースとの差は3ポイントに広がりました。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコは次のように角田選手を評価しています。ここでポイントを獲得した日本人ドライバーは12年ぶりだ。彼のミスやコントロール不足は過去のものだ。彼は本当に上達した。トータルモータースポーツによると、レッドブルのクリスチャン・ホーナーは次のように角田選手とペレスのシートのことを次のように話しています。シーズン序盤に好調な角田選手は2024年に契約満了を迎えるペレスの後任としてレッドブルに移籍する可能性があります。勇気はいい仕事をしてポイントを獲得した。彼にとってもホンダにとっても V カーブチームにとっても素晴らしいことだ。チェコは今やっていることを続ける必要がある。今年はドライバー市場全体が非常に早いようで、誰もが急いでいるように見える。しかしチェコにはプライオリティがあり、来年のことを考え始めるまでにはまだ数レースはかかりそうだ。2戦連続でポイントを獲得した角田選手は今シーズンのさらなる向上を目指して次のように語っています。トップ5チームと互角に戦えることを願っている。しかしチームとしては
今後より良いステップを踏んでいくためのベースを作っているところだ。ポイントを獲得できる自信はかなりある。すでに2戦連続でポイントを獲得し、いいスタートを切っていると思う。今やっていることを続けて、今後どうなっていくか見ていきたい。角田選手のチームメイトであるリカルドは日本グランプリ決勝レース開始わずか30秒後にウィリアムズのアレックス・アルボンと接触するアクシデントに巻き込まれました。リカルドはアストンマーティンのストロールに集中していたようで、ウィリアムズの存在に気づかないままアルボンに近づき、荷台は大きく接触しました。このアクシデントで不運な犠牲者となったアルボンは無線でこう話しました。彼は僕を押しつぶしたんだ。行くところがなかったんだ。スチュワードの審議の結果、リカルドに対してこれ以上の処分を課さないことを決定しました。リカルドはこの災難にくよくよしているわけではないと次のように話しています。今日が得意な瞬間だったということだと思う。今日を見て、今年は雨が降れば土砂降りになるとか、そういうことは考えていないよ。そういうことの一つだと思う。24レースもすればまたラップ1のアクシデントに巻き込まれる可能性もある。それは確率でしかない。だからこういうことは起こるものなんだ。でも今日が特別な出来事だったとは思っていない。もちろんレースを経験して昨日のような何かを少しでも見せられたらよかったんだけどね。それでは決勝後の角田選手とリカルド、テクニカルディレクターのジョディ・エギントン、チーム代表のローラン・メキースのコメントを紹介します。ビザキャッシュアップ RB 角田裕樹10位。ほっとしている。1回目のスタートで順位を落とした後、確かに少し残念な気持ちになったが、同時に2回目のスタートに集中した。2回目のスタートはうまくいって、いくつかポジションを上げることができた。大きなハイライトの一つはピットストップだった。メカニックたちが素晴らしい仕事をしてくれたおかげで2台をオーバーテイクすることができた。あれがなければ今日のポイント獲得はもっと難しかっただろう。日本のファンも素晴らしい。もちろん最終的に母国のファンの前でポイントを獲得できたこと、そしてサーキットに来られずテレビで観戦していたファンの前でポイントを獲得できたことはとても幸せなことだ。今日は自信があった。でも同時に僕たちには多くのダウンフォースがあり、唯一のチャンスは通常ダウンフォースの影響を受けるコーナーだった。そのおかげで何度かオーバーテイクすることができたし、それを楽しむことができた。タイヤマネジメントに関しては今日の僕のドライビングはおそらくベストだったと思う。ここでキャリアをスタートさせ、ここでポイントを獲得できたことは特別なことだ。ホンダ、レッドブル、ビザキャッシュアップ RB のみんなに感謝している。今日は10位ではなく1位になった気分だ。最高の気分だよ。ダニエル・リカルドリタイア。昨日は正しい方向に一歩前進することができた。このような場合、1周目のアクシデントはドライバーにとって最悪の事態の一つだ。関係者全員にとって残念で不運な出来事だった。レース中のアクシデントだったが、幸運なことにいくつかのチェックの結果、アレックスも僕も無事だった。スタートはとても悪く、僕とユウキはミディアムタイヤを履いていて、ソフトコンパウンドを履いている後続のマシンに比べてとても苦労していた。ターン2では少し落ち着いたけど、それでもスライドしているような感じがして、その時僕のアウト側にアストンがいた。彼の様子を見ていたんだけど、1周目だったのでコースを使い切らずに3コーナーに進入する準備をしていたら、アルボンが僕の横に並んできて、2コーナーの立ち上がりが良くなった。僕は彼に気づかず接触してしまった。これはレースあるあるで、誰が悪いというわけではないが、あそこでのグリップに大きな差があった。チームには申し訳ないが、中国はもうすぐなので
それに集中したい。ジョディ・エギントンテクニカルディレクター。今日のレースは終始最終ポイントを争う大接戦となったが、チームの努力のおかげでトップでゴールすることができた。勇気は素晴らしい走りを見せてくれた。必要な局面ではタイヤをうまくマネージメントし、ギャップを保つために必要な局面では良いペースを見せてくれた。再スタート後のピットウォールの戦略は非常にうまく、ピットクルーはプレッシャーのかかる中で素晴らしい2回目のピットストップを行い、ストロール、ボッタス、ヒュルケンブルグ、マグヌッセンとの激しいバトルの中でコースポジションを取り戻した。残念ながらダニエルは1周目にアクシデントに見舞われ、レースをスタートすることができなかった。しかし金曜日にドライコンディションでの走行ができなかったにもかかわらず、土曜日の予選では堅実な走りを見せてくれた。ファエンツァとビスターのコースサイドにいる全員が懸命に頑張っており、今日の結果はパッケージとチームをプッシュし発展させ続けるためのさらなるエネルギーとなる。次のレースを楽しみにしている。ローラン・メキエスチーム代表。今日はチームにとって素晴らしい結果だった。勇気は地元ファンの前でタイヤをうまくコントロールしながら、重要な時にはハードにプッシュして素晴らしいレースを展開した。オーバーテイクも素晴らしかった。今日の素晴らしい結果は彼にふさわしい。ダニエルの1周目のアクシデントは残念だった。後方のライバルたちは主にソフトタイヤを履いていた。重要なのは昨日の予選で証明されたように、ここでは2人のドライバーが素晴らしいペースを持っていたということだ。レース中の決定的な高圧ピットストップや多くの難しい判断も含め、チームはこの週末我々のパッケージからできることを全て引き出すという点で非常によくやってくれた。チャンピオンシップにとっては1ポイントに過ぎないが、特に上位5チームが2台とも完走を果たしたこの日には非常に重要なポイントだ。ファエンツァのみんな、ビスターのみんな、そしてパートナーのホンダに心から感謝している。2週間後に中国で開催されるスプリントレースではまた全く新しいチャレンジが待っている。 F1 日本グランプリ決勝。 V カーブ角田裕樹は10番手で5強の一角を崩す。本当に上達したと評価するマルコ。リカルドはリタイアの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。